ギガスクール構想に基づく小中学校での一人一台端末の活用が始まっておよそ1年。端末を活用した子どもの新しい学びに注力する各学校、教育委員会や自治体のさまざまな取り組みを紹介します。ギガスクール構想開始に先立って2020年11月に一人一台端末導入を完了させた青森県八戸市。自治体のサポートのもと、授業への ICT 導入が着実に進められてきました。八戸市教育委員会総合教育センター主任指導主事石井ひふみ先生の一日は、各学校の先生からの電話やメールの問い合わせへの対応から始まります。はい、わかりました。大丈夫ですので、はい、安心してください。はい、では失礼します。教育委員会の役割について伺いました。先生方がこの一人一台端末を安心して使える環境を準備するっていうことかなと思っています。端末が壊れたらセンターに電話するともうなんか交換してくれるとか、授業で分かんないことがあったら電話するとアイディアくれる。それでも足りなければ研修したいなという気持ちになったら研修お申し込みいただくとかですね、相談すると、100点の回答はないにしてもなんとか返事くれて安心できる材料が増えるっていうような関係性と、委員会としての役割っていうのを考えて動いているつもりであります。安心材料の一つがこちら。八戸市内の小中学校のすべての先生方が登録し、教育委員会と共有するクラスルームを作りました。ここには教育委員会が行っている研修会の資料がアップロードされていて、先生方はいつでも最新の情報を手に入れることができるのです。各学校さんでさらに資料の配布だけでは分かりにくい情報は説明動画をアップロードして伝えています。ギガスクール構想を進めるためには、まず先生方が端末に触れて不安を解消してもらうことが必要と研修サポートを始めました。このやっぱり研修が非常に大事で、端末渡して先生方どうぞ使ってくださいって声だけかけても先生方は使うようにはならないんです。で、ある程度やっぱり授業のイメージを持った内容を提案してあげることで、先生方はより積極的に活用されたり、ご自分で工夫されたりして活用していきます。先生方が端末に慣れていくために大切なのが学校への訪問研修です。シートを作ります。訪問研修の良い点は、パソコンが得意な先生も苦手な先生も全員が一緒に研修を受け、同じ時間を共有すること。ここで得意な先生をリーダーに指名し、石井先生がいなくても先生同士が ICT について教え合えるような関係性を作るのです。また、研修内容を6段階に分けた研修体系図を作成しました。各学校の先生方はこれを見ることで自分たちの ICT の活用レベルを把握し、今後の目標や研修計画を考えることができるのです。でも、石井先生はどのようにしてたくさんの学校のサポートを行っているのでしょうか。石井先生と話しているのは、八戸市のギガスクールサポーターです。困った時には、彼らのような文部科学省が用意しているさまざまなサポート体制を利用することも必要だと石井先生は言います。指導主事がいないから、学校の要望に応えてあげれないではなくて、何か困った時にあの人に聞けばいいなとか、困った時に例えば文科省の方でも、ギガスクールをサポートする体制整ってますので、文科省の方に連絡してみるとか、
業者に助けてもらうとかですね、さまざま授業について理解している指導主事であってもやっぱり技術面はわからないので、そこをサポートしてもらったりとか、もう一人で抱え込んでできるような内容ではないと思うので、さまざまな方に困ったら SOS を発信して、それをですね必ず学校の方に戻してあげて、困っている先生方を助けてあげる。一人一台端末活用をサポートするため、八戸市教育委員会では年に3回、希望する先生を集めて研修講座を行っています。Chromebook の導入で研修に使う資料の準備も随分変わりました。今まで紙の資料全員分印刷して、今日も参加者のためにお渡ししてという、そういうもう労力はゼロになっていますので、もうプレゼンもギリギリまで私変えています。参加者のニーズギリギリまで聞いて、先生方どんなことしたいですかっていうのを10分ぐらいまで聞いて、そして変更するとか、私も研修しながらも資料の方をどんどんアップデートできるっていうところが非常にこのクラスルーム使っての研修会の良さだなと思っています。小中学校の先生方が参加する一人一台端末を活用するための集合研修が始まります。ここでは先生方がすぐに自分の授業に取り入れられる Chromebook の活用方法や授業づくりの提案をします。改めまして皆さんこんにちは。総合教育センターの石井です。これまで Google クラスルームで全員が考えを共有するという授業を実践してきた先生方が、今回は課題の提出から採点という先生と生徒の個別の活用の仕方を研修します。この端末自体で撮影を行います。まずは先生役と生徒役に分かれて Chromebook で課題を撮影して提出します。今日は振り替え休日でお休みでした。今日のお昼は卵丼でした。受け取った先生はそれを採点し、コメントをつけて返すのです。提出するとか、採点して戻すとか、どうですかね。小学校でも中学校でもどちらでも活用できそうな内容ですよね。特に使われているのがですね、中学校の英語で、子どもたちがスピーチしたものを提出して先生が、受けて、そして採点してあげる。この研修で実践した Chromebook を使った課題の作成から提出、採点が実際の授業でどのように活用されているかを紹介し、先生方がそれぞれ自分の授業に合う形で取り入れられるよう提案します。ここからは一人一台端末を活用した授業実践を見ていただきます。後半は Chromebook を使った小学1年生の授業の動画を見て、一人一台端末の効果的な活用方法についてグループで話し合います。授業動画ではまず2人1組でクレーン車が描かれたジャムボードに気づいたことを書き込みます。優しく閉じますって言いましたね。先生の声がかかると Chromebook を閉じてそれぞれのグループが考えを発表します。そして答えを教科書で確認し、各自が分かったことをワークシートにまとめました。では先生方、この授業を見て感じたこと、気づいたこと、先ほどのグループで話し合ってみてください。どうぞ。先生の話聞くときはChromebook閉じて先生の話を聞いて、ノート書くときにはノートだけ使わないChromebookはしまう。その机の上の整理言ってましたけど、それってすっごく大事だと思う。道具としても使うことっていうのはああいうことなのかなって思う。普通の授業の中でその子どもたちに共有させたい場面があった時に、そこにこう効果的にそのChromebookを使ったのかなっていう、きちきちと、使う場面を
設定して使ってたなっていう感想を持ちました。すべてを端末に変えるのではなく、端末を使う場面とこれまでの授業の良い点をいかにベストミックスさせていくかがポイントと石井先生は言います。スプレッドシートで共有した方がいい場面、やっぱりお互いに意見交換、声出してさせた方がいい場面、そういうところをちゃんと考えながらやられていくと、今やってる授業またより良くなると思いますので、どうぞ先生方も意識してやっていただければなと思っています。さらに、様々な学年や教科での Chromebook の活用事例を紹介。参加者が授業づくりに活かせるように活用のポイントを伝えています。子どもたち全員に Chromebook でものを作らせて、考えを書かせて、そしてそれをみんなで共有するっていう実践になります。石井先生が研修で心がけていることを聞いてみました。研修のまず大事なところとしては、一気に詰め込みすぎない。研修の時間も短く、じゃあ大体1時間で1ステージ進むというような形で計画しています。その中に先生方がやってみたいなって思えるような内容をいくつか入れておいて、さらにその中から先生方がご自分で選択してできるというような形で、研修の方を進めています。参加した先生方の感想は？具体的な活用事例をたくさん教えていただいたので、もう今すぐ明日にでも子どもたちと一緒に学んでいける内容だったと思います。授業の課題とか評価をするっていう面で活用ができるなっていうのを学んだり、あとジャムボードの使用の仕方とかも具体的に知ることができたので、すごい効果的な貴重な研修を受けられたなというふうに思います。石井先生はギガスクール構想のポイントは先生と協力して行う授業づくりだといいます。操作の研修はもうさまざまな業者さんの方が操作っていうところで特化した研修をやられているんですけれども、でも私たちがやるのはやっぱり授業づくりが基本かなと思っていて、授業の中に ICT をベストミックスさせていく。じゃあ教科の狙いを達成するために、じゃあ ICT を使って何か良くなるところがないかなとか、あとはここがスムーズに進むようになるとか、子どもたちの理解度が上がるとか、そういうところをある程度意識した授業づくりっていう形で一人一台端末の研修を組んでいかれるとうまくいくのかなと思ってます。今回のギガのことに関してはもう先生たちと私たちとも全然ほとんど差がないです。逆に先生たちが現場でどんどん実践して知ってる部分もあります。参加している先生方からもいろんなことを吸収しながら研修もいいんじゃない、そこで作り上げていけばみたいな形でですね、そういう気持ちで研修されればうまくいくんじゃないかなと思っています。東京学芸大学准教授の高橋淳先生に八戸市教育委員会のサポートについて伺いました。石井先生のこの仕事ぶりのこのビデオを見ていらっしゃってね、こんなの一人じゃできない、石井先生だからできるとか、こんなのずっとはできないよねって思うことをいっぱい見てらっしゃった先生もそういうふうにお感じだというふうに思います。ただ今回のギガスクール構想っていうのはまだ誰も答えがわからないわけですから、体制づくりも全然うまくまだ最初のうちはできないわけですね。なので、石井先生がやってくださってるようにいろんなことをね、やっぱり研修もしなきゃいけないし、 ICT 環境整備の話もしなきゃいけないし、予算の話とかセキュリティの話とかたくさんの業務がいっぱい同時に起こってます。で、石井先生は、その中でその仕事をどんどん整理していって、これは外の方にお手伝いいただこうとか、これは各学校にやっていただこうとか、助けてもらうところには上手に助けてもらう、協力するところには協力してもらう、そういうような仕事の整理が上手にできるようになれば、どの先生方でもできるようになるかなというふうに思っています。でそうするとどこの市町村でも持続可能な研修やサポートの体制ができるんじゃないかなというふうに思っています。